こちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは見えないお相手の本心についてリーディングしていきます。お相手は今どんなことを抱えているのか、考えているのかっていうのをもらっていきます。よろしくお願いします。今回はタロットカードスプレッド展開で見ていきます。はい、こちらのカードはすでにシャッフル済みです。制約採用で見ていきます。ではよろしくお願いします。それでは展開していきます。はい、お相手目線で出していきます。はい、出ていますね。まあそうですね、このカードを見ていると、並びを見ていると、お相手の本心見えないんだよなっていうのがひしひしと伝わってきています。だけどこれはお相手の性格なのかなっていうのが出てるんです。何かがあるから本心見せないとかじゃなくて、私は私のままでいるよとか、そうですね、強いて言うんだったら、あなたの前では美しい自分でありたい、完璧な自分でエスコートしていきたいとかね、そんな風に見られたい、認められたいっていうのが、お気持ちとしては入ってはいるんですが、もともとこの方は全てを、お相手とあなたと共有し合うことが全てじゃないんじゃないかなっていうような考え方があるんじゃないかなと思うんです。それに対してあなたは全部知りたいっていう風に感じているのかなとは思います。その2人の価値観だったりとか思い合いの違いっていうのもありますね。お相手の中では、私はこれぐらい見せていますよって、これがこの素の自分ですよとか、多少こう自分を、完璧に見せたいなっていう風に思うところはあるんですが、でもそれが自分なんだよっていう風にパーンという風に出てきていますね。何のそこに迷いとか不安とかもなく、私は私ですっていう風に出ています。そしてもしあなたがお相手の本心なかなか見えないなとかつかめないなというふうに思うのであれば、それは距離感の、少し距離が空いていたりとかっていう物理的なものがもしないとするんだったら、この方はもう本心をあまり人に多くを語らないような方なんじゃないかなと思いますね。神秘的ミステリアスな感じでずっと入ってきてるのかなと思います。愛してるよとか好きだよとか、自分の気持ち言うの苦手だっていう方もいると思いますし、言わないで行動として表す、それが全てですっていうような方もいると思うんです。なので時には言葉として表してほしいなとか、態度として自分を特別扱いしてほしいなっていう風に感じるところ、あなたの中ではあると思うんですが、でも私はこれだよみたいなことを提示しているので、それが全てなんだって、嘘偽りなく今の自分のできる限りのこと精一杯あなたにしていますよっていうのが出てきています。あなたの中ではもどかしさを感じていたりとか、もう少しねはっきりとしてくれたらいいのになっていう風に感じるところもあるんですけど、でもね、これはこの人ってこういう人なんだっていうところで受け入れていくことっていうのが、この方とのお付き合い、良いお付き合いの仕方かなっていう風にアドバイスが入っています。そうですね、お相手はね、自分はこうなんですっていう風に出てきていますね。少しねノルマンカードで補足もらっていきましょう。
あなたの中でもいろいろと多くを求めすぎているかもしれない。お相手から見たらなんですけど、一生懸命答えていて、これが自分の今現段階での、限度はこれぐらいですってことを見せてくれています。そしてそうですね、今特に隠し事ないんだけどなっていう風に出てきているので、そうですね、あなたの中でもちょっと見方を変えるというかね、この人はこういう人なんだっていう風に感じ取っていただけるといいんじゃないか。なかなか気持ち汲み取れないところもあると思うんですね。やっぱりこのお相手って自分の気持ちを素直に表せないようなところがある、見えづらい、誤解されやすいってところもあるかもしれないんだけど、でもね、これが自分の全てですというかね、っていうところの関係性、今の2人の関係性において、私はこの、今の言動がもうそのまま自分なんですっていう風に出てきているので、そうですね、あなたの中でも一回ちょっと立ち戻ってみて、で、お相手に求めすぎてるのか、もしくはね、求めていなかったとしても、もう少し見せてくれてもいいのになっていう風に思うところもあると思うんですよ。だけどちょっと立ち戻ってみて、この人はこういう人なんだなっていう風なところで、自分が受け入れていけるかどうかっていうところに立ち戻ってみるといいのかなと思います。いや、私は絶対気持ちを見せてくれる人、言動としてはっきりと表してくれる人がいいんだよねっていう風にもしあなたが感じるのであれば、でこのお相手は多分ね、恋愛関係になったとしてもあまり自分のお気持ちっていうところを見せないと思うんですね。なのでそのお相手と恋愛関係を結んでいけるのであれば、そのまま受け入れていけばいいっていうところが出てきています。ただ、受け入れていきましょうっていう風に出てきていますからね、あなただったら受け入れていけるんじゃないかなっていう風にも出てきています。もう少しね、お相手がはっきりと気持ち見せてくれたりすると、あなたの中でも迷いなく進んでいけるのになっていうところは出てきていますね。少し優柔不断だったりとか、曖昧なところっていう感じ、はっきりしないところもたまにお相手の中では出てくるんじゃないかなっていうのがあるんですが、でもそういう方なんじゃないかなっていうふうには出てきています。あなたのことが嫌いだから嘘つくんだとかごまかすんだとかじゃなくてっていうところが入ってると思うんですよね。信仰っていうカードが入っています。こちらのカードはそのままですね、信じることによって道が開けていく、あなたの進むべき道が見えてくるよっていう風に出てきています。何を信じるのかっていうところに今一度自分が立ち返ってみることっていうのも必要かなというふうに出てきています。お相手のすべてを知ることなのか、お相手との恋愛関係を築いていきたいというふうに願う思いなのか、お相手のすべてを信じていくことなのか、もしくは自分自身のお気持ちを大切にして進んでいくのかとか、どのように信じていくのかってところをもう一度振り返ってみてねっていうふうにも出てきています。相手をすべて変えようと思うのではなくて、何をね、自分の芯として持っていくのかっていうところも大切だよっていうふうに出てきています。相手に合わせすぎるだけでもなく、そして自分に相手を合わせすぎることもなくっていうところでね、うまいバランスをとっていきたいなっていう風にお相手も感じていますし、お相手の方がね、どちらかというと全て受け入れるよっていう風に出てきてるんです。自分の短所とかっていう風に自覚されているかもしれないですね。気持ちをなかなか言えないんだとか、素直になれないんだってところを、引っ込み思案なんだってところも自分自身理解してるかもしれない。その中でもあなたとバランスを取りながらうまくやっていきたいんですっていうのが出てきているので、じゃああなたはどうしますかっていう風に出てきているのかなと思います。でもね、アドバイスカードすごくいいカード出てますから、自分自身が何を信じていくのかってことももうあなたの中では決まっているんじゃないかなっていうのは出てきています。お相手とのご縁を大切に育んでいくことだねっていう風に出ていましたね。それではお選びいただいたこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはタイミングを信じましょうっていうね、こちらも信じるっていう同じようなカードが入っているんです。
こちらは待つ時間を楽しむというメッセージが入っています。信頼してリラックスしていきましょう。あなたの心が揺れないために休みましょう。まず一呼吸置いて、そして自分自身をリラックスさせてください。そして待つ時間を楽しむ。どのように楽しみますか？何をあなたは待っていますか？お相手からのお気持ちを聞くことですか？それとも自分自身の迷いを晴らすことですか？時間をたっぷりかけて休んでリラックスして、そしてタイミングが訪れるので、それまで何をあなたは信じていきますかってことを説いているカードですね。こちらを、参考にしていただきながら、でもね、お相手は、これが自分なんですよってことで出てきていますので、かなりミステリアスな方というかね、自分の本心を語らない、常に美しくありたいというか完璧でいたいっていうようなところもあるし、でもこれがね、なんか自分なんだって、素の自分なんだって、決して作ってないんだよみたいな風に出てくるので、どこまであなたが受け入れてくれるのかなっていうところが出てきていると思いました。はい、今回は見えないお相手の本心、本音っていうところをもらっていくんですが、お相手はね、あなたとバランスを取りながらやっていきたいって思ってるんですよ。このペンタクル2番は柔軟性やバランスを表しているカード。そうですね、今なんかね、停滞している関係性かもしれないんですが、それも含めながら、踏まえながら、受け入れて対応していきながらやっていきたい、楽しんでいきたいってことですね。流れに身を任せるってこともそうですし、変化を楽しみたい、2人の価値観を合わせながら楽しみたいっていうお気持ちが、これが本心として現れていますので、はい、ではこちらを参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは見えないお相手の本音について見ていきます。よろしくお願いします。お相手の本音、本心っていうところをもらっていきましょう。なかなか見えないと思っているお気持ちについて見ていきます。まずはタロットカードシャッフルしていきます。今回制逆採用でもらっていきます。ではスプレッド展開で見ていきます。お相手目線でお相手の今の現状、コンディションだったり、あとはお相手が隠れている本心、隠していることだったり、あとはね、お相手自身が今障害に感じていることや、あなたへの思い、どんな風にあなたのことを見ているのか、そしてアドバイスなどをもらっていきます。ではもらっていきましょう。はい、出ていますね。これね、そのお相手の中で変化っていうのがあったみたいですね。少し前のお相手と、そして今現在のお相手っていうのがちょっと違うんですね。なのであなたから見ていても、最近本心を見せてくれなくなったんだよなとか、なんかあったのかなっていう風に感じている方もいるんじゃないかなと思います。でこれは簡潔に言ってしまうと、お相手から見たあなたってすごく羨ましいっていうのが入ってくるんです。自分自身を自由に表現していたり、あなたはあなたの思うように
言動されていたりとか、その振る舞いがすごく素敵に見える、輝いて見えるからいいなっていうふうに思っているし、今自分がそうじゃないから余計羨ましい、素敵だ、いいなっていうふうに思っているよっていうのが出てきている。であなたに感化されて自分も動いたこともあるんでしょうね、この方。最初すごくあなたと気が合って仲良しだったっていうのが入ってくるので、でもね今は違うんだっていうのが出てくるんです。じゃあ何があるのかなっていうのが、読んでいくと、変わりたくないっていうのがまず一番最初に入ってきます。お相手の中で変化を恐れているから自分が本音を言えないっていうところもあると思う。変わりたくないんだよなっていうのが入ってくる。なんで変わりたくないのっていう風に聞くと、なんでそこまで言いたくないのっていう風に突っ込んでいくと、なんかね、対人関係が気になるなとかっていうところが出てくるんですよね。周りのこと、変化に対応しきれない自分もそうだし、変わることによってあなたとの関係性が変わっていっちゃうんじゃないかなとか、あとはあなた以外の人が絡んでくるっていうことを恐れている場合もあります。だから自分の本心を今言えていないんじゃないかなって、消極的になってるんじゃないかなっていうのが出てくるんですね。で、お相手の心だけではなくて環境的にも厳しかったことがあったんじゃないかなと思います。そういういろんな変化があって自分の心が今ちょっとしょぼーんとしているような感じっていうのが出てきていますね。で、何の変化があったのかなっていうのをルノルマンでもらっていきましょう。お相手の中でどんな変化があったんだろう。最初はすごくもう何でもあなたに話していただろうし、あなたと2人で取り組んでいたことっていうのもあったと思うんですね。いろんなお話をしていたりとか、夢目標に向かって話をしていたりだとか、こう仲が良くてパチパチという風にね惹かれ合うかのように最初はいたんだけどとか、最初というか少し前までねそうだったんだけど、仲良かったんだけど、なんか最近何考えてるかわからないなっていうのをもし感じてる方は、それはお相手が変化を恐れて言えないことがあるっていうのが出てきている。じゃあその変化って具体的に何だろうっていうところで1枚もらっていきます。ガーデンのカードですね。これは人脈が広がるだったりとか、あなたとお食事をするとかね、もちろんあなた以外の人との会食っていうのも入ってくるんですが、でも人が集まるような場所ですよね。そこがポイントとして入ってくる。もう少しねもらっていきましょう。誰かでも関わってきそうな感じがしますね。ハートのカードが入ってくる。鬼はハート、そして自分自身の愛を確かめてるのかもしれない。というのは自分の気持ちっていうところですよね。シップのカード、そうですね。となると自分のハートが傷ついたことがあるとか、無知のカードだから自分のハートに無知が打たれるようなこと、痛いって思うようなことが人が集まるような場所で起きたっていう可能性が高いのかなと思います。例えばグループ交際や団体での動き、活動とかを一緒にされていて、その中での争い事っていうのを嫌っていたりとか、誰かと争ってまで自分が本心出す必要ないなっていう風に感じていたりっていう、だからね消極的というか、あえて言わないようなところもあるんじゃないかなっていうのがあります。自分の気持ち伝えていかない、傷つきたくないからっていうのが出てきています。もしくはもうすでに痛みを負ったかっていうところ、恐れかもしくはね経験したこととして入ってきていますね。でもねハートっていうのはそうだな、自分の気持ちを一度確認したいっていうこともそうかもしれないですね。どうかな。ちょっとオラクルから1枚もらっていきましょう。痛みを恐れているようなところがあるんじゃないかと思います。それはね、でもね環境的なこともあると思うんですよ。場所、時間、お互いの立場、関係性、もしくは周りに関わる人々っていうところで気になるなっていうところがもう本心で出てきているので、
本心としてはなかなか環境が厳しいみたいなことを言っているんですよ。そうですね。何か見ちゃったのかなとか、知りたくないようなこと知っちゃったのかなとか、そういうこともあります。周りの環境的に苦しいことがあった、見たり聞いたりとか、そうですね、お相手の中ではね、苦しかったんだよってことが出てきていますし、これ本心で表しているカードなんですよね。でペンタクル5番っていうのは貧困や困難っていうのを表しています。厳しい現実を知ったっていうことも一緒に捉えてみるとそうなのかなと思います。もちろんこれは知っておくべきこととか経験しておくべきこととしてお相手の中では入ってきてるんですけど、それを受け入れるまでに時間がかかるとか、かなり痛みを伴うものなんですよね。それらもあってなかなか自分の本心言えないっていうところが、ここ隠している本心としては今ちょっとね辛いよとか厳しいことあってっていうところがある。だから自分の本心を素直に言えなくなっちゃったっていう感じがするんです。前までだったら言えていたんだけどっていうね感じで仲良くやっていたんだけどなっていうのが伝わってくるんですけど、今ガラッと変わってどうしたんだろうっていう風にあなたから見ても思ってるんじゃないかなと思います。デートを重ねても重ねてもお相手の本心がだんだん見えなくなってくる。なんでなんだろうっていう風にあなたは感じている。でお相手の中では痛みがあったからだってことは出てきていますし、それは環境や対人関係ってことも出てくるかも。誰かと争ってまでっていう感じはするんだけど、でもその中で自分でどう切り開いていこうかってことを今模索している。自分の力でどう切り開いていこうかってことを考えているので、やっぱり気持ちを今自分自身確認しているところ、自分の気持ちがどこに向いてるのかとかどうしようかなってことを感じているので、これ少し時間かかるなっていうのがあります。前は気持ちを話せていたってことはもともとね話せない人ではないんですよ。今ここをクリアしていけばご自身のお気持ちっていうのをいずれあなたに伝えてきてくれると思うので、そしてあなたへのアドバイスとしては今はねそこまでお相手に全てを求めない方がいいねっていう風に入ってるんです。すぐ返信欲しいなとか、それはねでもね返信とか連絡ってことに対してはよくねあるんですけど、皆さんもね人付き合いをしていてわかると思うんです。どんなに大切な人であっても自分が大切だと思うからこそ言えない本心っていうのもあるし、連絡はくれてると思うんですよ。取り合ってるの、音信不通とかそれを望んでるわけじゃないから連絡はしてるんだけど、ちゃんとした本心、何を悩んでるのかとかあなたについてどんな気持ちでいるのかってところは今隠してるような状態。言わない、言えない言わないっていうようなところがあって、なんで言わないのかっていうところまでは多分言わないと思う。この人今はね乗り越えてから言うよっていう感じがするので、だから早く教えてほしいなとかそこまで求めないことっていうのがアドバイスとして入っています。少しねこれね停滞する可能性があるんですよ。なかなかすぐにはクリアしていく問題じゃなさそうっていうのがある。だけど切り開いていく道を作っていく力っていうのはお互い持ってるから、だからねもう少しお相手の方に時間をゆっくりとねかけてあげるというか、ゆっくり考えていいよっていう風な感じでいるといいのかな、余裕持っているといいのかなと思います。そうですね。レスポンスしないわけじゃないので、忙しかったら忙しいよって一言パッてくれるだろうし、1日間相手でも 2,3 日間相手でもパッて返事は返してくれると思うんだけど、本当の本音っていうところは今は見せないっていうところがお相手のお気持ちとして出てきていますね。変わりたくない、あなたとの関係性を変えたくないっていうところが出てきています。なんでかっていうのは先ほどお話しした通りです。ということで、長期戦になるだろう、本心を聞くのはね長期戦になるだろう。だけどこのお付き合いとしては続けていくんじゃないかなっていうのがあるんですけど、そのあたりもらっていきましょうか。本心は聞けないとしても2人の関係性ってじゃあどういう風に進んでいくのかなっていう
どの状態でキープしておけばいいのかなっていうことで1枚もらっていきましょう。で1枚出たのでもう1枚もらいますね。はい、こちらのカードバンドの7、そしてもう一つはチャリオット。いいですね。どっちもねいいですよ。積極的にっていうのが入ってきています。積極的にっていうのは人それぞれ個人差があるので、あなたの中で動いていくっていうお気持ちでいてくださいって。待つってこともアクションの一つだし、そして自分から積極的に何かしら働きかける、サポートに入ることだったりとか、それはねお相手が必要であればってことなんですけど、でもあなたはやっぱり周りよりも頭一つ抜けている存在としてお相手は感じてくれているから、やっぱりね無視はできないんですよ。あなたの連絡は無視できないってところがあるから、お友達関係とか今の関係性でしばらくは続いていくだろうっていうのが出てきている。だけどいずれは変化していく、前進していくだろうっていうのも出てくるので、お相手が今本心見せてくれない、本当の気持ちってところを見せてくれない、何について悩んでるのかとか言わないとしても、そこを見守ってあげることっていうのも必要なのかなっていうふうには今は出てきています。でもね、だからといってじゃあこの関係性終わりなのっていう風に聞いたら、そうじゃないよっていう風に出てくるので、今の関係性を維持していきながらも、あなたの中でもし何かできることがあったらやってみてっていう風に出てるんです。そうですね、いろんなことがあると思います。いろいろ考えてっていう風にも入ってくるので、いろんなやり方っていうのがある。ただガツガツいくだけではないし、待つことだったりとか、少しゆったりとお互いの関係性を流れに身を任せていくことっていうのもそうだし、お相手に歩調を合わせることだったり、またはあなたが息抜きの存在としてお相手に何か新しい風を吹き込んでいくことっていうのもね、いいんじゃないかなっていうふうにも出てくる。でもあなたは特別な存在としてお相手との関係性にここにいますから、だから自信はなくさないでねっていうふうにも入っていました。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これは祝福を表しています。日々の小さな嬉しさをお祝いしましょう。たとえ努力が失敗につながっても、失敗は成功のもとです。どんなに失敗しても日々の嬉しいことっていうのを数えていきましょう。ネガティブな方に目を向けるだけではなくて、これぐらいできたとか、毎日例えば嬉しいこと、お相手に関係なかったとしても、例えばいいことあったとか、褒められたとか、会社の人に褒められた、おごってもらったとか、コーヒー一杯おごってもらった、よかったとか、そんなのでもいいんです。その積み重ねでポジティブを積み重ねていきましょうっていうのがアドバイスとして入っていました。今回はお相手の見えない本音っていうところをもらっていったんですが、2番をお選びいただいた方、お相手は、変化を今は求めていないっていうところがあります。なぜかっていうと、あなたのことを羨ましいなっていうことを思いながらも、環境の変化だったり対人関係、誰かと揉めるようなことを避けているっていうところがあります。でもそれすらも今はあなたには言いたくないっていうところがある。言いたくないというかね、そういう弱み、自分の悩みっていうところを打ち明けないっていうところがあるのかな。消極的になっています。関係性を変えることに対してね、消極的にはなっています。ただ時間をかけてっていうところがあるし、あなたは周りよりも特別に思われているよってところは入っているので、じゃあその後どのように2人の関係性を育んでいくのかっていうのをあなた自身の中で前向きに捉えて考えてみてくださいっていうのが入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは見えないお相手の本音、本心というところをもらっていきます。よろしくお願いします。タロットカードシャッフルしていきます。お相手の本心ということで、お相手目線でタロットもらっていきます。
カードは制逆採用です。こちらからお相手の現状とか、あとはそのお相手がどんなことを抱えているのか、そしてあなたに対してどういうふうに今思っているのか、今現在のお気持ちっていうところでもらっていきましょう。隠している本音としてっていうところをまずテーマでもらっていくので、何を隠しているのか、全然隠してないよ、オープンですよっていう場合もあるし、深刻なこと抱えてますよっていう場合もあるし、それは少し出してみないとっていうところはあります。ではもらっていきましょう。はい、もらっていきます。そうですね。いや、かなりね、この変化ってところに対して2人の関係性が変わるか変わらないかっていうところについてもうはっきりと出ていたりとか悩んでいたりとかっていうところがありますね。はい。これからもらっていきましょう。そうですね。お相手今現状苦しいですよねっていうのがもう入ってきていますね。ただでもね、あなたに対するお気持ちとしてはそう期待しているところがあるというか、仲良くなっていきたい、もっと仲を深めていきたいっていうところはあるんですよ。広げていきたい、もう拡大させていきたいとか、もう一歩進んでいきたいっていう気持ちはある。あなたに対してのお気持ちはあるんだけど、何か隠してることありませんかっていうふうに聞くと、やっぱりこのテーマとしては変化ですよね。関係性を変えていくかどうかってことに対して自分の中で悩んでるというかねっていうところはもう正直出てるのかな。変化に対応 しきれないっていうのもあると思うんですけど、そうですね。何かね、ここから感じるのは補足もらおうかなとは思っています。ただお相手の隠している本心何ですかって言ったら、少し前まで変化に対応しきれないとか、現在もそうかもしれないけど、でもそれよりはだいぶ抜けてきたよとか、少しね期待しすぎていたところっていうのが本心としてはあるので、現実は自分の期待している通りにうまく物事が運んでいかなかったからとか、いかないから変化に対応しきれなかったりとか、どう進めていいかわからない、仲良くなりたいけどどこまで自分の本心を見せていったりとか、あなたとの関係性を紡いでいったらいいかどうしようわかんないっていうのが出てきていますよね。で、過去はなんかライバルの存在がいたりとかっていうところもあるんです。もしくは自分のまだね魅力を全てあなたに伝えきれないから自分磨き頑張ろうとかっていうところもあったんでしょうけど、そのあたりっていうのがあります。なんかね、自分をうまく見せきれなくて表現しきれなくてがっかりしちゃった、自分自身にがっかりしちゃったっていうところもあるし、あなたに対しては全然悪いイメージ持っていない、のでこれから先うまくやっていきたいっていうふうに思ってるから、ただどうやったらあなたと仲良くなっていけるんだろうっていうのを考えていたりとか、でも現状は結構厳しいかなっていう、これ厳しい現実を表すカードなので、自分自身のそうだな、例えばハードワークだったりとか、でもこれを見ている限りだと自分の魅力が全て伝わってないのかなって自分で感じているのかなとは思います。またはやっぱりそうだな、変化に対応しきれなくてちょっと戸惑っているってところもある。じゃあなんか変化あるのっていう風に聞くとこちらのカードが出てくるので、
これね、なんかね、少し人が出てくるのかなっていう感じを今受けたんですね。あなたにとってはライバルになるような存在、もしくはお相手から見たらライバルというような存在がいるんじゃないかなって思うんです。お互いの間にもう一人人が入ってくる可能性があるのかなと思いました。で今これね、本当に、ここね、そうだな、やっぱりライバルってところをお相手が意識されてる気がするので、多分ね、ライバルの存在ってところをお相手の中では気にされているんじゃないかなと思うんですよ。でもし、いや心当たりなくてライバル全然思い浮かばないなって人だとしたら、もうお相手が本当に自分の魅力を伝えきれていないってことが、原因の一つとして入ってるんじゃないかなというふうに出てきています。そうですね。そして2人の関係性を進めていくかどうかってところで、もう少し時間をかけて熟成させていこうねっていうところがある。で、不安になったりとか投げやりになる時もあるし、そして自分の魅力を一生懸命伝えようと思って頑張って空回りするようなこともあるだろう。そしてあなたの中でもお相手と仲良くなっていきたいっていうね、期待感で今いっぱいの状態なので、それにうまく応えていけるかどうかっていうお相手がね、ちょっと心配だなっていう風に感じてるようなところもあるから、噛み合わないようなところも出てきているので、そこをどのように受け止めていくのかとかっていうのも今大切だよっていう風にも入ってきています。2人で築き上げていくこと、今バランス取っていくことっていうのも大切だろうし、でもお相手が本心を見せてくれるのかどうかっていうね、今見えない本音っていうところで出しているので、やっぱり今出していない、言えていないとか素直に言えないってところもあると思うんですね。もうちょっとルノルマンで補足もらっていきましょう。お相手が今一番気にされていること何なのかってことで、まず1枚もらっていきます。お相手が気にされていること、騎士のカードが出ています。自分が積極的に向かっていくかどうかってこと、アプローチしていくかどうか、本当に自分の魅力を伝えていくとか、あなたとの関係性を進めていく、これね、進んでいく、前進するっていうすごくポジティブなカードなんですよ。お相手の気持ちはポジティブな方に向かっている。だけどね、これね、困難とかを表す、厳しい状況とかを表すカードだから、味方がいないとかね、っていうカードもそうだなっていう風にも感じるので、それをどんな風にして自分が乗り越えていくのかとかっていうのも考えていると思います。ただ動きのあるカードだから動きたいっていうのは思ってるんです。しかも前に進んでいきたいってこともある。でも時々ね、やっぱり今の現状としては立ち止まってちょっと振り返ったりとかしてるところはあると思います。でも進みますよ、この人。じゃあこのワンドのクイーン逆位置、ちょっと気になるので1枚もらいましょう。なるほど、フィッシュのカード。なんかね、ライバルの存在じゃなかったとしたら、これは2人の関係性をやっぱり豊かなものにしていくためにっていうことで、あとは自分の輝きですよね。魅力をあなたに伝えていけていないっていうところでもどかしさをお相手は感じているから、もっと豊かなものにしていくために、あとは安定させたいってこともそうですね。自分の気持ち、そしてあなたとのお気持ちも合わせて落ち着いた関係を築いていきたいとか、それは経済的な面でもそうかもしれないんですけど、でも豊かなものに向かってね、進んでいきたいっていう気持ち、困難を乗り越えるっていうところが出てきているので、かわせるものだったらうまくかわしてね、避けていって、あなたとのこれから先の未来ってところを明るく持っていきたいなっていうお気持ちはあります。そしてあなたに対するアドバイスとしては、お相手に寄り添っていきましょうっていうところもあるし、とやっぱりね、今の2人のバランスだったり関係性っていうところを一回見直すっていうところもそうです。なんで今うまくいっていないんだろうとか心配になっちゃったり、大丈夫かなって、そうですね、お相手の現状的にね少し厳しいのかなっていうところがあるから、
先ほども言ったみたいにハードワークだったりとかっていうところがもしあなたが感じるのであれば、ちょっと余裕を持たせてあげるとか、そういう意味で寄り添っていくってこともありだと思うし、あなたの方から思いやるってこともそうだし、お相手のお気持ちを汲み取っていくってこともそうですよね。2人の気持ちを揃えていくっていうところが出てきているので、支えるだけじゃなくて支えてもらうってことも必要だし、でお相手も動くよって言ってるから、じゃああなたがそれを受け入れる、なんか認めてほしいなとか、魅力伝わってくれたらいいなとかね、そういうところもあるので、ちゃんと受け取ってますよっていう風な一言かけるだけでも違ってくると思うので、そういうところは、アドバイスとして入っているかなと思います。お互いの気持ちを汲み取ることっていうのがね、入っていましたね。ではオラクルカードからも最後にアドバイスもらっていきましょう。でもこのお相手動いてきますよ。例えば今環境的になんか仕事忙しいとか、なんか仕事忙しくても連絡くれると思うんですよ。騎士のカード入ってるから、全然お返事早いだろうし、別に音信不通とかっていう感じじゃないので、多少疲れてるとしたらね、1日2日遅れることもあるだろうけど、あとはその方にもよりますよね。連絡まめにしてくれる人なのか、そこそこ連絡してくれる人なのか、用事ある時しかね連絡くれないって人もいるだろうから。だけどこのお相手はこのお相手の中でちゃんとねレスしますよっていうのが出てきていますから、協調のカード入っていますね。やっぱりね、いろんな面でってことですよね。この協調っていうのは自分たちの関係性だけじゃないよねっていう感じで今入ってくるので、もちろんね自分たちの絆を確かめ合うことっていうのがまず大前提で入ってくるんですが、でもそれだけじゃなくて周りの環境厳しかったりとかっていうところもお相手の中で今あるんですよ。だから実際に忙しかったり疲れていたりとか寝不足だったりとかしてなかなか時間取れないとかっていう方もいると思うんですよね。その中でも2人の協調性だけじゃなくて周りの人と協調していくっていうことも入ってくるのかなっていうふうにも感じますね。そうですね、周りの人、もしかしたらあなたたち以外にも関わってくるような人々がいるかもしれない。2人の関係性を進めていくんだったら周りとうまく協調していくことっていうのも大切になるかな。そしてシンプルに言うんだったらもうお相手に感謝を伝えていくことだったりとか、今は本音を見せてくれないかもしれないけど、でもあなたに対してポジティブに前向きに積極的にっていうところが入ってるから、お相手なりにいろいろあるかもしれないけど、でもそれでもあなたを無視するようなことはしないってことが出てきていますので、それで十分だなって今は感じて、そしてじゃあそれからどうしようかな、自分はどうやって動いていこうかなっていうふうにあなたが決めていくのかなっていうのも入っていますね。はい、こちらもねお受け取りください。そして最後にお選びいただいたこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。準備はできていますというメッセージが入っています。新しい冒険の準備はもうできています。完璧じゃなくてもいいんです。行動して成功も失敗もあなたの糧としてもらっていきましょうっていうカードですね。もういろんなことを経験して全部自分の糧にして強みとしてもうどんどん自分の人間性っていうところを深めていきましょう。はい、なんかねうまくいかないこととかね、時には寄り添えていけないとか、気持ちお互いがね組み合えていない、でもそれはね全部が全部いつも 100% 汲み取れてますよって人っていないと思うんです。私はそう考えています。毎日全部思いやれる日とかってないし、 100% お互いがねお互いのことを思いやれる日ってないし、5、60% 毎日思いやってるだけでも素晴らしいと思うの。それが10年続いたり20年続くことって本当にすごいなっていうふうに私は思っているので、だからたまには 20% の日もあるし、逆に 80% とか 90% の日もあるだろうしね。そういう中でお互いが受け入れながらね寄り添っていくことっていうこと、日々のこの寄り添いっていうのがあ
現れているのかなっていうふうにも思っています。はい、でね、今は協調に向かって動いてもいいんじゃないかなっていうアドバイスが入っていました。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。